京都。1200年続く美のタイムライン。京都は時代時代に新しい光を放ち続けてきました。室町時代に観阿弥世阿弥親子によって大成されたと伝えられる能楽。江戸時代には武家のみならず大衆のたしなみとしても広まり、600年以上受け継がれてきました。能面は面と呼ばれ、魂の宿る神聖な道具。能楽師が顔にかけ舞うことで能面に命が吹き込まれていきます。そんな能の世界にきらめく彗星のごとく現れた人物がいます。能面師北沢美白さんです。北沢さんは昭和の面打ち名人と言われた北沢如意によって京都に開かれた北沢流能面師打ち方三代を2014年27歳の若さで襲名しました。現在は嵐山で制作を行いつつ、能楽の普及活動も行っています。こちらは令和元年9月完成の新作小面。あどけなさを残した可憐な若い女面です。美人像っていうのはやっぱり時代時代でこう変化をしていくものですから、やはり今の現代の人が綺麗だなと思う顔っていうのをやはりある程度こう反映させていくっていうのは大事なことだと思うんですね。本当に令和の私の小面の形、顔の作りとしては目鼻口がだいぶ従来のものよりかは派手なもの、なおかつ古典にも興味を持っていただけるというふうにこの面は作ってます。北沢さんは産地まで足を運び見定めた樹齢250年以上の木曽ヒノキを使います。ヒノキは肌目が美しく耐久性がありながらも軽く加工しやすいのが特徴です。能面を作ることを面打ちと言います。まさに打つという表現の通り、のみと木槌を使って粗く打ち込み、大まかな印象を決めます。粗彫りってのはものすごく重要な作業なんですね。もうその面の性格というのを決定づけてしまうので、ご縁があって私の手元に来たその木材と何を作るべきなのかとか対話をしていくわけですけども、のみを通して伝わってくるこの荒々しい材のものでちょっと男勝りな女の面なんていうのも作ってみたらどうかみたいなことを考えたりとか、逆に言うとすごくこうしなやかで、まあなんていうんですかね、こうしっとりとした材だななんとかっていうで、それを逆手にとってそれでやっぱ男目を作ったらどうなんだろうかとかね。彫刻刀へと道具を変え細部を作り込んでから裏を先端の尖った槍カンナでくり抜いていきます。面の原型ができたら裏は漆を、表には胡粉と煮皮、そして自ら瀬戸内海で採集した夜光貝の殻を粉末にして混ぜ塗り重ねます。長い歴史の中で洗練を極めてきた日本独特の芸術能。北沢さんは純国産の素材を使って彫刻から彩色、仕上げまで一つずつ面を作ります。愛知県豊橋市出身の北沢さんが能面に出会ったのは大学の4年生の時。もともと芸術に興味を抱いていた北沢さんは東京銀座のギャラリーでグラフィック系アートの個展を開きます。偶然そこに足を運んでいた先代北沢玄白さんに声をかけられます。もしかすると君の探してるもんがうちにはあるかもしれないっていうようなことをおっしゃられてですね、師匠のお宅に訪ねて行って、
先々代の北沢如意の、作品を手に取った時に白黒だったものがフルカラーに見えてきたというような感覚があったんですね。でしかもそれが現代今でも作り続けられてるもんだって言った時にすごくインスピレーションが湧いてきた。1960年代に活躍した初代北沢如意は門外不出とされていた型紙や技術を公開することで能面作りを広めたことでも知られています。これはあくまでお稽古として古い面を写すっていうことをしていくんです。枚数が少ないのでこの精密さに欠けるっていうことでなしに打ち手の個性だとか熟練度ですねっていうのをあえて生かすために枚数を減らしていって自分の面を打ちなさいよということなんですけどね。温かさと冷たさ、嬉しさと憂い。能面は輪郭線や鼻筋、目の形などほんのわずかだけ左右非対称に仕上げることでさまざまな感情表現ができるように計算されています。角度や所作、仕草、刻々とその表情を変化させていきます。北沢さんは鳴滝で能舞台を主催する能楽師観世流して方杉浦豊彦さんを訪ねました。神錆びたというのか冷たいって言ったら語弊がありますけどなんかそういうようなそうですね、感じのね、やはりちょっと優しい中にもそういうやっぱり自然の厳しさというかたけだけしさみたいなものもやっぱり感じる方が表らしいかなと。表っていうのはやっぱりお客さんにとって印象的にやっぱりね大事なもので表の力によってその役者の力以上のものをね感じていただけたりするものであるかなとも思いますしまた中身が素晴らしい役者やとまたこの表が余計に生きたりとかねするような、表情もそうですけどなんか綺麗にまとまってるだけではなくてなんか強さっていうんでしょうかねそういうのがある方がいいかなと私は思いますけど。現代の人たちの心を打つ能面とは何か。北沢さんは新たな試みに挑戦しています。京都で活躍する能面師北沢美白さん。能面は演じる曲によって使い分けられその種類は250以上あると言われています。こちらは北沢さんの新作現代流般若です。牙をなくしシワを深く刻むことで悲しさを強調しました。般若っていうのは実は嫉妬に狂った女性の仮面ですっていうと驚かれる方が多いんですよ。鬼とかデーモンとかっていうようなイメージではなくって、非常に人間的な悩みを抱えている女の人を表現している面っていうことでいうと、もっとふさわしい今の現代人でも視覚的に分かるような見た目のものがないといけないんではないかということで牙のない般若というのを開発したというようなことなんですね。2019年11月上京区の寺10カ所で同時開催されたアート展京都まるごと美術館。北沢さんは美人画で有名な鶴田一郎さんとコラボレーションし作品を展示しました。鶴田さんが出品したのは鶴田流リンパ雪月花。直感ですけどねこの絵だったらお互い高め合えるんじゃないかという、美人画を作り上げる時もそうですけど割と要素どこまでそぎ落とせるかみたいな
陰影もほとんどつけなくて平面構成と線の美しさで仕上げるみたいな、究極そういうところも能面に通じる部分もあるのかなとは思ってます。北澤さんは透明のアクリル板に能面をかけることで雪月花と重ね合わせて能面を見せる工夫をしました。まず最初にそういう綺麗だなって思ってもらうところから興味を持ってもらって、能楽のね、じゃあ一体これはどういう人なんだろうとかっていうふうに話がつながってくるわけで、私もやはり伝統として受け継がれてきたやっぱり能楽とか能面の美しさっていうのをやっぱり自分本位に歪めてしまわずに、受け継いだものをそのままやっぱり美しい姿のまま継承していきたいっていう気持ちがありますね。能面師北澤美白さん。こちら側の世界とあちら側の世界を描く能。どちらが表でどちらが裏なのか。北澤さんは今後能面に何を刻んでいくのでしょうか。